福村瑞希がお送りしているミュージックライン。ここからはゲストの登場です。今夜はこちらの方にお越しいただきました。お名前お願いします。皆さんはじめまして、NCT127 のゆうたです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。番組には初登場になります。ありがとうございます。呼んでいただきありがとうございます。よろしくお願いします。初登場ですので簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。グローバルグループ NCT の中で多国籍メンバーで構成されたダンス&ボーカルグループ NCT127 に所属するゆうたさん。グループでの活動にとどまらず、俳優やタレントなど様々なフィールドで活動する中、去年ソロデビューを果たしました。本日はファーストシングルツイステッドパラダイスを持ってきていただきました。作品についてやゆうたさんご自身についてなどいろいろお話をお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。番組をお聞きの皆さんの実況投稿はハッシュタグミュージックラインで、ミュージックラインはカタカナでお願いします。それでは早速お話をお伺いしていきます。まずはベーシックなところからお聞きしたいのですが、これまでグローバルグループ NCT のメンバーとして、韓国を中心に活動されてきたゆうたさんですが、アーティストになりたいという夢はいつ頃からお持ちだったんですか？そうですね、僕の姉がいてですね、はい、ダンスやってたんですよ。はい、で、小さい頃から音楽とかダンスの発表会とかっていうのは見に行ってて、ですごく興味はあったんですけど、思春期の時に、そういうことをなかなか言い出せず、僕サッカー少年だったんですけど、そうなんですね。はい、で、ある日のテレビで東方神起先輩を見て、この人たちみたいにこんな歌って踊れるアーティストになりたいっていうなんかそういう思いが芽生えて、で勝手にオーディションを受けて勝手に韓国行ったっていう。勝手に？そうなんですよ。もうご家族の方びっくりだったんじゃないですか？そうなんですよ。もう言うと反対されるだろうから、行くもう何週間前ぐらいに俺実はこうでオーディション受かったんで行ってくるわみたいな感じで言ったのを覚えてますね。だから両親のすごく驚いた顔は未だにちょっと思い出しますね。だって16歳の時に韓国に行かれたそうで、いや寂しかったりなんかホームシックみたいなのなったりしませんでしたか？でも当時は、もう14年前か。すごいね。もう当時は若かったっていうのもあったし、ワクワクの方が大きかったんで、すごい。全然ホームシックとかっていうのは、行って何年か先にあるんですけど、その時はなかったかもしれないですね。この韓国に渡られてから練習生を経て、NCT としてデビューされまして、韓国や日本の活動だけでなくワールドツアーもご経験されているということで、NCT の活動を通して日々どんな刺激を受けていますか？でも本当ワールドツアーとか、この前もワールドツアーやらせてもらって、いろんな国に行ったりするんですけど、やっぱその国のファンのみんな国々によって、すごくたくさんの愛の表現の仕方が違くて、で、国々、違う文化も、なんか刺激をもらったりとかして、未だに僕らシズニーって言うんですけど、ファンの名前が。世界のシズニーのみんなにすごく刺激をもらえますね。いや、全然違いますよね、本当に。全然違いますね。すごく、いい意味ですごく刺激をもらえる。わかります。この事務所の中で初めてデビューする日本人メンバーだったそうなんですが、こちらは当時プレッシャーとかを感じてましたか？プレッシャー、いやでもそんなことは特になくて、東方神起先輩もそうですし、いろんな先輩方がもう日本で活躍されてたので、なんかそういった日本人だからとか韓国人だからっていうのはあんまなかったかもしれないですね。そうなんですね。僕らのチームがグローバルチームだったんで、特にアメリカの子もいるしカナダの子もいるしっていう感じだったので、特になかったかもしれないですね。この世界中から愛されてる NCT ですが、ゆうたさんが感じる NCT の魅力って何だと思いますか？ NCT ですか？全体ですか？ 127 ですか？全体でも127でも127はやっぱNCT 自体がすごくグローバルなので、やっぱたくさんの
なんて言うんだろうな。一人一人違うんですよね、やっぱ。同じチームなんですけど、そうなんです。はい、K-POP の中でも、僕らのチームってすごくこう、個性的で、誰一人、こう、ファッションもそうだし、はい、好きな、なんて言うんだろうな。私生活の趣味だったりとかも違うし、もちろん音楽も違うし、なんだけど、僕らがこうステージで合わさった時に、こうファンのみんなと同時にこう重なった時に出るシナジーっていうのかな、エナジーとかっていうのがすごくこう魅力的なチームなんじゃないかなと思ってますね。なんかこう同じグループとかだとよく好きなものが一緒になったり、流行ってるものがこうグループの中であったりっていうことが起きると思うんですけど、もう全然皆さん違う道を行かれるんですか？逆にないんですよね。すごい。どんなグループ感なんだろう。すごいですね。それがいいと思いますけどね。確かになかなかないと思いますね。はい、こうその中でご自身の役割っていうのはどんなものだと感じてますか？役割、ポジションだったりとか。起爆剤になればいいなと思ってます、いつも。僕、ソロの活動も徐々に増えてきてて、もともとこう J ロックとか、ロックにすごく興味があったので、ソロの時はぜひこっちの道で挑戦したいっていう思いがあったんですけど、それをこう、ソロをやる前から徐々にこう、がなってみたりとかシャウトしてみたりとかっていうのを挑戦してみたんですけど、それがすごくこう NCT127 の中ではいないジャンルの声だったりとかパフォーマンスだったんで、だんだんこうなんて言うんだろうな、それが定着してきて、ファンのみんなもそうなんですけど、メンバーもすごくそれに刺激をもらって、もっとこうパフォーマンス頑張れるとかって言ってくれて、なんか今となってはこうチームの起爆剤みたいになれてる気がして、すごくいいなと思ってますね。この日常の私生活の中ではどんな感じですか？私生活の中では僕らのメンバーすごくおしゃべりなメンバーがすごくたくさんいるので、普段は任せっきりですね。そうなんですね。結構頼りがいのあるメンバーたち、そうメンバーたちなんで、結構任せっきりなところが多いですね。そうなんですね。じゃあいざという時にこうバッと出て起爆剤になりっていう感じなんですね、ゆうたさんは。そんなゆうたさんですが、グループの活動をされながら、去年ソロデビューを果たされました、ソロとしてもやってみたいという思いはずっとお持ちだったんですか？ありましたね。やっぱこう、もちろんチームとしてすごくたくさんのね国のファンのみんなに応援してもらってるし、それに対してもすごくこうありがたい気持ちもあったし、責任感っていうのも芽生えてきたんですけど、それとは違うやっぱソロで、さっきもお話ししたんですけど、ロックでちょっと挑戦してみたいっていう、もっと激しい音楽がしてみたいっていう気持ちもあったので。そうなんですね。いやめちゃくちゃ激しい、なんかこう一体感のある楽曲が多いなというふうに思ったんですけど、ソロデビューからおよそ半年、グループとこうソロでの活動の違いっていうのは感じてますか？感じますね。まずさっきも言ったんですけど、あんま喋んないんで僕チームの時は任せきりなんですよ。だからソロってなるとやっぱ自分でこう発信しないといけないこともあるし、プレッシャーもあるんですけど、でも音楽もこう自分がやりたいようにある程度できるし、グッズとか歌詞とかだったりとかもそうだけど、自分でこう携わることができるので、そこに対しての面白さっていうのは日々やりながら新しいことと出会いだなと思ってますね。このメンバーがいなかったりとかするときにちょっと寂しさとかも感じますか？寂しさどうかな。いつもメンバーがいるのに、こうなんかステージで急に一人だみたいな感じになるときとか。それはないかもしれないですね、ソロの時は。もう切り替えて、切り替えて。そうなんですね。すごい私ソロでのステージをこう映像で見させていただいたときに、どうしたらこんなに自由に動けるんだろうってありがとうございます。いうふうに思ったんですけど、ライブ中はどんなこと考えてますか？あんま考えてないかもしれないですね。考えてる時はあんまうまくいってない時かもしれないですね。そうなんですね。もう思うがままにというか、体が動くままに。そんな気がしますね。だから、結構ソロの時は、チームの時ってやっぱダンス
っていうね、もう決められたこう、どこに動いて何番に動いてっていうのがあるから、まあある程度こう決まってるんですけど、ソロってもう言ったら自分だけにスポットライトが当たってるわけで、みんな、俺よく言うんですけど、全員俺のこと好きなんだろうって言ってるんですけど、いつも。なんかそういうちょっと、アットホームな、まあアットホームかわかんないけど、なんかやりやすいんですよね。そうなんですね。だって何やっても正解だし、それがミスったら失敗にもなるんだけど、でも何やってもいいっていうような、なんかこう、すごい。堂々とされてて本当にすごいなと思います。私はなんかこう一人でステージに立つと、歌詞大丈夫かなとか、そういう気持ちにもなっちゃったりするんですけど、ゆうたさんはなりますか？なります。なるんだ。よかった。なります。なんかならなそうな雰囲気だから。みんななる。多分みんな持ってると思いますよ。そうですよね。なっちゃいますよね。でも始まったらもう、ショーマストゴーオン。わあ、すごいです。アーティストとしてのお話もお伺いしてきましたが、ゆうたさんのパーソナルな部分にも迫っていきたいなと思います。プロフィールを拝見して気になったんですが、好きな飲み物に青汁がありまして、青汁がお好きなんですか？青汁は、決して好きというわけではなくて、健康のために飲んでたんですけど、でも最近は、酵素ジュースと、あと、バナナ、なんかコンビニに、なんか最近、なんかバナナとか、いろいろ果物を詰め込んだ、なんかこう、シェイクできるやつが売ってて、それいいなと思って最近それ飲んだりとかします。スムージーみたいなのありますよね。もう、美容とか、そういう健康を意識されて、そういうのを飲むようになったんですか？そうですね。普段なんかこう、やっぱお肉とか、ちょっと脂っこいものを食べがちな気がして、ちょっとどっかでそういうものを取っときたいなっていう。野菜とかフルーツを。でも本当にお肌もとってもお綺麗なんですが、なんかこだわりのケアみたいなのってあったりするんですか？世界中飛び回ってる中でなんか結構乾燥しちゃったりとかありますよね。あります。喉もそうですし、肌も。飛行機とか乗るとね。大変ですよね。だから持ち運べるようにはしてます。濡れマスクとか。いつでも。あと、パックとか。マスクパックとか。まあ、めったにしないですけどね、飛行機の中では。そうですよね。いや、本当に、飛び回るって、さらにすごいことだなって、本当に思いますね。あとは、趣味や好きなものの中に、半身浴と入浴剤っていうのが。すごい美容男子みたいになってる。そう、美容男子みたいな印象を受けたんですが、お風呂はゆうたさんにとって癒しの時間だったりするんですか？そうですね、癒しですね。やっぱ海外いると、なかなか半身浴できる、スペースがないので、日本に帰ると絶対にやってますね。日本に行くとなんですね。浴槽がないんでね、海外だと。そっか。確かに。この入浴剤にはこだわりあるんですか？ありますね。すごくいいヒノキの香りがする入浴剤があるんですよ。落ち着いた。そうなんですよ。木とか山とか自然が好きで、でそういう匂いを、特に日本の木とか山とかが好きなんで、そういう香りの入浴剤を使ってお風呂に入ることが多いですね。結構ストックもいっぱいあったりするんですか？いっぱいありますね。大事ですよね。季節によって変える。すごい。ちなみにゆうたさんにとっての一番のリフレッシュ方法っていうのは何ですか？入浴以外ですか？入浴以外でも。山に自然を見に行く。山登りとかされるんですか？山登りもしたこと知ってましたし、昔、今はしてないんですけど、でもなんか俺前世本当山の中に住んでたか、ちょっとそういうなんかふと思うんですよね。ちょっと変なこと言ってると思うかもしれないですけど木とかを見るとなんか挨拶してくれてるんじゃないかなとか思ったりするんですよ、勝手に。そうなんですね。だからなんか木とか自然とか見るとすごく心地がいいんですよね。いいですね。全然普段の活動とは違うところでゆっくりリフレッシュされるのとても素敵だなって思います。
それではここでゆうたさんのファーストシングルツイステッドパラダイスから一曲お送りしましょう。曲紹介をお願いします。ツイステッドパラダイス聴いてください。Struggle every day, somehow you're freaking way. It's what you know, come in, gotta play my part. My pain never fades, you miss it, no escape. No, I let it fade like my broken heart. Crawling on my knees, call the good kiss, so she cannot get on my keys. But this hollow mask, I cannot go back. Is it the world that's so wrong? Always me, that's the one.What a wound, 그래 쉰다, just help me. I'm shining like a star tonight, bright enough to guide you through the night. Drowning in your love is like all outside. Fire moon makes me feel that inside. Dancing in this twisted paradise. Stranger in this play, took a common faded gray. Yeah, me that I got the last to the hollow dark. I communicate, the book who allows us a yaku, I'm insane. Then the music starts. Say my name, break the chains. All I really wanna do is just stay. Hug me in your arms. 간직다 your love.This is a chaos I crave, sleeping on the edge of it. What a wound, 그래 쉰다, just help me. I'm shining like a star tonight, bright enough to guide you through the night. Shrouded in your love is like all outside.Fire moon makes me feel that inside. Dancing in this twisted paradise. I wanna run into your arms. We're running out of time. Oh, please take these words.Before we touch the rain, shining like a star tonight, bringing in the crowd that never started. Drowning in your body's like all of time. Now your moon makes me feel so alive. Dancing in this twisted paradise.Twisted paradise. You could have seen that I had. You could have seen that I had the smile. ミュージックラインお送りした曲は今夜のゲストゆうたさんのファーストシングルツイステッドパラダイスでした。洗練されたサウンドに一体感を感じますし、大胆であり繊細で人間の内側に寄り添った独特な浮遊感のある楽曲でした。ありがとうございます。ここまでの放送を聞き逃した方は放送終了後から NHK ラジオラジルラジルのホームページやアプリを使って聞き逃し配信で1週間何度でも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。今夜はゆうたさんをお迎えしております。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。お届けしたツイステッドパラダイスはシングルの表題曲です。ここに込めた思いを聞かせていただけますか？この曲はですね、はい。今の時代のなんか少し自分が思ったなんて言うんだろうな感情を歌詞に込めたんですけど、なんか最近ってすごくたくさんのツールがあって、はい、顔も見えない人たちがねこう何かいろんなことを書き込める時代になったと思うんですけど、そこでなんかこう見えない人をね、この人おかしいとかあの人はだよねって
すぐね、気楽に書き込めたりするんですけど、はい。なんか、そういう人たちを作ってる人って、もしかすると、そうやってつぶやいてる側なのかもしれないよねっていうような、目に見えないようなところで、なんか、その人がなんでそうなっちゃったんだろうとかっていうところを考えると、なんかこういうふうに、なんて言うんだろうな、ちょっとこう離れて何かを書いたりつぶやいたりしてる人たちが、もしかしたら今こう、クレイジーだって言われてるね、人たちを作ったのかもしれないっていうような、ストーリーとかっていう、ストーリーとかね、意味を込めて書かせてもらいましたね。深い。そうやって聞くとさらに深く感じるんですが、SNS ではゆうとさんによるセルフライナーノーツも公開されてますね。その中に見えてない世界が確かに存在するということに気づく大切さっていう言葉がありましたが、そういう意味だったんですかね。そうですね。このゆうたさんがアーティストとして活動する上で、こう見えてない世界の可能性を考えることとかってありますか？僕、想像するの好きなんですよ。はい。いろいろこう想像したりしますよ。今、どんな世界が見えてますか？今はい。想像する今未来というか。想像する未来。この Twisted Paradise がすごくたくさんの人に、聞いてもらって、たくさんの共感を得られるような、イマジネーションをしてます。ありがとうございます。ゆうたさんのボーカルも素敵だなっていうふうに思うんですが、こちらはどんなボーカルアプローチを意識されましたか？どんなボーカルアプローチ、そうですね。でも、やっぱ力強く歌いたいっていうのはありましたね。だから結構、何テイクも撮ったし、そうなんですね。で、初めは、英語だけでいこうっていう気持ちがあったんですよ。なんか音的に、僕、歌詞もそうなんですけど、はい、この楽曲、トラックを聴いたときに、やっぱどうしてもこう、日本語の、その音数だと、どうしてもこう、のぺっとしちゃうなっていう印象があったので、初めは全部英語で書いてたんですよ。なんだけど、やっぱり、こう、伝えたい部分だったりとか、大切な部分は、少ないんですけど、日本語である程度書いてみようということで、急遽書き直したりとかして、結構試行錯誤しましたね。そうなんですね。このでも、笑うんだ、苦しいんだっていうところ、すごくこうグッとくる歌い方だなっていうふうに思ったので、こうより日本語も思いを込めて、そうですね。そこだけなんかこう、フローを無視して、本当はこう、詰め込まれてたんですけど、英語で。でも、人ってこう、笑うってすごくたくさん、笑うって今の時代、楽しいから笑うことって少なくないですか？なんか隠すために笑ったりとか、何かをこう、なんて言うんだろうな、その場から回避するために笑ったりとか。でもだから気づかないうちにそうなってるかもしれない。なってる気がするんですよね。もちろん楽しくて笑うこともあるんだけど、でもなんか、そういうことの方が多い気がして、なんか気づいてほしいっていうような意味を込めて、ちょっとこう、切なく歌いました。そういう意味だったんですね。あとアレンジがすごくこう、ギターの印象的な音になってるなっていうふうに思ったんですが、こういう曲にしたいっていうイメージは、こう制作を始めた段階でゆうたさんの中にあったんですか？なんか僕、もちろんこの曲はトラックとかも全部もらったんですけど、曲作るときに、コンセプトから作ることが多いんですよね。なんか、例えばですけど、今回のは、ちょっと美しいんだけど、美しさの中に寂しさとか儚さとか、ちょっとした狂気があったりとか、っていうのもなんかミュージックビデオだったり、コンサートだったり、自分で歌ってる姿だったりっていうのを想像して、そこからメロディー作ったりとか、歌詞につなげていったりとかするパターンが多いですかね。だからなんか、すごいお客さんのなんか雰囲気が見えるのかなって思いました。本当ですか？すごいこの曲聴いてる中でライブで歌ってる姿が想像されて、なんか
マイク向けてる姿を私は想像この曲でしました。マイク向けてんのなんかこう、腕をバーンってこう広げて歌ってたりとか、なんかファンの方と一緒に歌うのかななんて思いながら聞きました。あとシングルに収録されている他の曲についてもお伺いしていきたいなって思うんですが、新曲に加えて収録されているのが、去年行われたソロデビューショーケースツアー東京公演のライブ音源です。ツアーは初の単独ショーケースツアーだったそうですが、振り返ってみていかがでしたか？楽しかったですね。すごく不安もあったんですけど、はい、なんかやってよかったなって思えるようなショーケースで、なんかちょっとずつこうやってソロのアーティストさんとか、すごくたくさんのロックアーティストとかって、こうやってファンのみんなと自分たちの世界観作り上げていくんだっていうのを、なんかこう感じ取れるようなショーケースでしたね。そうだったんですね。このステージの作り方とかで苦戦された部分とかはありましたか？なんかショーケースだったんで、もちろんこだわった部分もたくさんあったんですけど、はい、でもとりあえずやってみようっていうのが大きかったですね。だって何もやってないのに、もちろんこだわるところはこだわった方がいいと思うんですけど、まだ何もないところに、これこうだよねっていうよりかは、とりあえずやって何か感じたものとかを次に生かそうっていう気持ちの方が大きかったですね。このツアーではカバー曲も披露されたそうですが、カバー曲ってこうご自分の曲とはまた違った緊張感っていうのはありましたか？ありました。そうですよね。特に僕ハイドさん大好きで、はい、ハイドさんラルクの曲とかカバーさせてもらったんですけど、なんかこれミスれねえなみたいな、なんかこう、なんか自分の曲はね、なんかもちろん上手に歌えたらいいんですけど、なんかそういうちょっと違った緊張感ありましたね。そうですよね。ゆうたさんのソロ曲からはすごいこうハイドさんイズムを感じるようにも思うんですが、意識されてる部分とかもありますか？いやー、もう意識というか、私生活でもすごく長くさせてもらってるんですけど、やっぱすごすぎて、目指したいし超えたいなと思ってますね。そうなんですね。この後お届けするのは When I'm Not Around という曲です。作詞はゆうたさんお一人のクレジットになっています。こちらはどんな思いを綴られましたか？歌詞でサビに関係ねえやっちゃいなっていう歌詞があるんですけど、なんかすごく自分らしいなと思って、で、なおかつこの曲を聴いて、なんかみんなも何か大事な時とか、何でもいいんだけど、そういう時に自分らしく、周りの意見とかに気にこう流されずに、関係ねえやっちゃいなよっていう言う日があってもいいんじゃないかなって思って、なんかそういう力を与えられたら嬉しいなと思ってます。この本当に力強い言葉は、ゆうたさんの核となる考え方なんですか？そうありたいし、そうあろうと思ってますね。このボーカルの力強さっていうのもすごいなというふうに思ったんですが、曲に導かれるようにこういう形になっていったんですか？いや、でもこの曲を聴いた時に、これはこういう歌い方したいって思ってましたね。そうなんですね。それではここでその曲をお届けしましょう。曲紹介をお願いします。はい、ゆうたで When I'm Not Around、 どうぞ。I don't care what you say when I'm not around. 関係ねえやっちゃいな。
Can you feel it? Why don't you come with me? Can you feel it? Why don't you come with me? I get a brain in noise. Why don't you scream it out? Ow! I get a brain in noise. Why don't you make some noise? Yeah, yeah, I don't care what you say when I'm not around. Can't get in your China. I don't care what you say when I'm not around. I don't care what you say when I'm not around. Can't get in your China. I don't care what you say when I'm not around. Right here, right now.ミュージックラインお送りした曲は今夜のゲストゆうたさんのファーストシングルツイステッドパラダイスから When I'm Not Around でした。エネルギッシュでスピード感のある力強く爆発的なボーカルでゆうたさんのかっこいい生き様を見ているような楽曲でした。ありがとうございます。ゆうたさんは今月から全国7都市を巡る初のトークショーツアーを開催しております。はい。始まったばかりですが、言える範囲でどんなツアーになっていますか？まあ、今回も、これから、こう、ソロの活動をしていく上で、はい。もっともっとこう、僕の音楽を知ってもらいたいし、で、仲良くなりたいなっていう思いを込めて、いっぱい喋ったり、ちょっと歌ったりとかね、そうなんです。してます。はい。トークショーということですが、ゆうたさん自身お話しすることは得意ですか？時と場合によりますね。そうですよね。でも、さっき言ったように、もうみんな俺のこと好きな人しか来てないから、自然と喋っちゃいますね。メロメロで皆さん。メロメロになってくれればいいんですけどね。改めまして意気込みをお願いします。はい、これからね、すごくたくさんの活動をね、いろいろやっていこうと思うので、引き続き応援よろしくお願いします。でね、今回のシングルも2曲ともね、すごく違う、曲になってるので、まあ、Twisted Paradise のはね、聞いてこうさっきも曲紹介したんですけど、まあ、見えないね、何か大切なものだったり、この人何考えてるんだろうとかっていうね、少しこう寄り添う気持ちをね、この気持ちを曲を聴いて、持ってくれれば嬉しいし、この When I Am Not Around はね、聞いてぶち上げてほしいなと思います。ありがとうございます。ゆうたさんの今後の予定など詳しい情報はオフィシャルのホームページ SNS をご確認ください。ということで今夜のゲストはゆうたさんでした。ありがとうございました。NHK FM ミュージックライン